皆さんこんにちは、パースです。今、浅草に来てます。今日は初めてリアル着物着てみます。今までは浴衣着たことあるけど、着物は初めてです。そしてちゃんと着れたら、浅草の周りにいろんな食べ物や経験したいと思います。じゃあ、行きましょう。この文は何て言うかな？着物？着物。じゃあ、着物の色選びます。黒が大好きで、絶対似合うって自分で言うのはちょっと悪いかもしれないけど、でもきっと似合うと思います。黒だったら。赤とか似合いそう。赤は無理です。ブルーベースウィンターです。すいません。って言ってたのに結局したのはじゃあこれにします。着物の色を選んだので、次は帯の色を選びました。おすすめの色とかはありますか？黒とか白とかでもよろしいかと。はい。黒はこんな感じで、白はこんな感じです。結局赤と白の組み合わせにしました。チェンジルームで店員さんが着ることを手伝ってくれて、そして完成しました。人生で初着物です。ズボン、中にはズボン入ってないので、不思議な感じです。見えないのわかるけど、ちょっと裸って恥ずかしいです。もう着物完成なので、次は和菓子を食べに行きました。ちょっとカフェの雑音が大きかったので、アフレコしています。今は船和カフェに来てます。初めてあんこ玉食べてみたいと思います。あとは芋羊羹。ちょっとこの芋が結構きつくて、これ以上にきつくなったら大丈夫かな？まあそんなに大きくないと思うから大丈夫だと思います。何味にします？あんこ玉。じゃあ白いんげんといちごとコーヒーにします。美味しそうでしょ。芋羊羹は結構熱かったので、先に冷めないうちに食べてみました。ちょっとねくじったですけど、熱いうちに食べると絶対美味しいので頑張って食べました。でもやっぱり熱かったです。本当にめっちゃくちゃ美味しいです。おすすめします。次の一口食べる前にちゃんとふーっとしました。熱い。じゃあ次はあんこ玉食べてみます。もうどれが何の味かちょっとわからなくなってしまったけど、まあ食べたらきっとわかります。これはきっとコーヒーだと思うからコーヒーを食べてみます。実は結構似てるタイのお菓子がありますけど、ルックチュップという中身はあんこじゃないけど外がジェラティンみたいですごい似てます。美味しい。2つ目を食べて感想は小さいけど意外と重い。中身がめっちゃ重いです。3つはちょうどいいです。いや2つぐらい。今日はちょっと無理して3つ食べます。意外と甘かったのでちょっとコーヒーブレイクです。面白いのは、ステップ一歩結構短くなってしまう。だから歩き方がちょっと面白いかもしれません。今からちょっと浅草寺に行きます。そこで、なんて言うんだっけ？おみくじ。おみくじ取ってみます。大吉取れるかな？そして浅草寺の雷門に着きました。入りましょう。最初に行ったところは仲見世商店街です。次の和菓子のメニューすぐ決めました。それはきびだんごです。Hey guys, it's me in English. So, just an interesting thing to point out is that at a lot of these stalls where they sell food, especially in areas with shrines and temples, you can't just take the food and eat it wherever you want. There's actually a little area on the side of the stall where you take the food and eat it there, so you can dispose of your rubbish. 食べたことないものを食べる前に必ず嗅ぐ人間です。ピーナッツの味です。いただきます。一気に
めっちゃ美味しい。本当にめっちゃ美味しい。嘘じゃないです。本当に美味しい。演技じゃない。正直、普段ピーナッツの味はそんなに好きじゃないんだけど、これは本当に美味しい。すごい。もうなんかいっぱいになりそうって言ったけど、大丈夫。全然大丈夫。さっき全部甘いものだったから、しょっぱいものも食べれてめっちゃバランスいい感じ。じゃあ次のところへ。ちょっと歩いたらすぐ食べたいもの見つけました。超美味しそう。ちょっと大好きないちご大福発見しました。いや、せっかく日本にいるから買うしかないです。バナナジュース、美味しそう。バナナ大好きです。マスクにきな粉がついてる。結構ついてるから。すみませんでした。結構食べてしまったので、今回はカスタード人生で初めてのカスタード大福にしました。鳩発見。いただきます。あ、ちょっと食べるところちょうど食べたところにちょっと呼ばれちゃってめっちゃ美味しいです。中身見てください。カスタードプラス餅、最高です。これもいちごバナナジュースです。100点満点です。顎が疲れちゃう。粉々のものばっかりでちょっとマスクがもうこっちの方がとりあえず食べ物を休憩して月みじつみじきおみくじ。じゃあこれからおみくじ取りに行きます。 At Sensoji, there's not just food stalls, but a large variety of stalls selling things such as clothes, ornaments, and other traditional Japanese things, just like the ones you can see here. 今日の3回目だけど思い出せるかな。おって覚えてる。おみつきじ。いやいや、4つだよね。おみくじ。おみくじ。What I'm about to do is take an omikuji. An omikuji is like your fortune written on a piece of paper. So what I do is I make a monetary offering, then I get a stick with a number on it, then I go to the drawer with the corresponding number and then take the omikuji. 100円です。83。問題はすっごく読みにくいです。上手に人でも読みにくいと。なかなか見えないんじゃないこういうの。今日が一番多いお寺なんですよ。じゃあいやでもやっぱり衝撃がちょっと強かったです。After you've read your omikuji, it's custom to tie it up either on a tree or on these metal wires. So in my case, I literally got misfortune. So by tying it up, it means that supposedly the bad fortune will stay there instead of coming with me. いや本当にちょっと衝撃が強いよ。かわいそうだね、パースくん。その後、お参りしに行きました。ちょっとお参りしてきます。So I went up to the temple to make an offering and also make a wish for the coming year. 何をお祈りしたんですか？言ってもいい？外国ではさ、言ったら叶わないっていう習慣がある。って言ってたけど、祈りしたことは2つありました。1つ目はこれから日本で仕事が増えますように。そして2つ目は秘密です。あそこにおしっこしてる人がいる。
大丈夫？大丈夫？じゃない？ダメです。人力車も乗りたかったけど、あいにく時間がなくてできませんでした。でも、このかっこいいお兄さんとツーショット撮れました。浅草寺に行くのは2回目ですけど、行くたびに食べたことないものを食べたり、新しい経験したりできるので、本当に最高です。じゃあもうあいにく時間がなくて、こんな素敵な着物を返します。なんじゃなくて、この素敵な着物を返します。直してよかった。